何事にも情熱を持たないといけないと語るマンネのジョングクの私生活が気になるアーミーも多いですよね。今回は、ジョングクの私生活配信中に部屋から流れた声の正体は、宿舎や自宅の過ごし方がやばいをお届けします。ジョングクの部屋はメンバーもびっくりのあるもので埋め尽くされていることが分かりました。部屋のことを暴露され、後日悔しくてブライブで釈明する姿がとても可愛かったので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。マットレスだらけの部屋。6月14日に BTS の公式 YouTube チャンネルにて公開された9周年を祝う万端会食で、ジョングクの家はマットレスだらけだとメンバーが暴露。この日の万端会食で BTS の宿舎が解約されたことが明かされ、メンバーそれぞれの新しい住まいの話に、ジョングクの自宅がマットレスだらけだと明かしたのは、長男のジンで遊びに行った時にリビングに3つもマットレスが敷かれていた。別の部屋に入るとまた2個敷いてあったと。そんなジンに続き RM は僕はデュフューザーを20個見たと、 J-HOPE は僕はダイニングに洗濯物がきれいに干してあったのが衝撃だったと次々に暴露。マットレスをいくつも部屋に置く理由をうろうろするときにいつでも横になれるようにいろんなところに置いているとジョングクが説明をしていたそうですが、兄たちにはその行動が到底理解できなかったみたいですね。しかしジョングクはその2日後の16日にブライブの生配信で万端会食での話に言いたいことがあると切り出し、僕の家はそんな家じゃありませんときっぱり否定。リビングにマットレスがあったのは事実だけど、そんなに数は多くない。デュフューザーも置くところがなくて床に置いていたけどメンバーが大げさに話したんですと話し、メンバーたちに私生活を少し誇張されたのだと訴えていたジョングク。さらにそんなにマットレスを多く置いていない、いつでも寝れるように部屋に一つずつ置いて、そんな角に置いているわけじゃないと悔しさをあらわにしていましたよね。一般人からすると各部屋にマットレスがあることは明らかに斬新で、やっぱりすごい家なんだと世界中のファンから多くのリアクションが寄せられました。また今回彼らの会話でジョングクだけでなく他のメンバーの部屋の様子も知ることができ、ジンはゲームが充実している男のロマンのような部屋、シュガはモデルルームのようにシンプル、RM の部屋は多くのアート類が飾られており博物館のようだと。 RM が部屋をきれいに保ってることに驚いた J-HOPE は、宿舎時代はあんなにだらしなかったのにと腐り、このことから宿舎での共同生活がどれだけ過酷だったのかが分かりましたよね。メンバーの新生活の様子が今回明かされたことで、お互いの家へ遊びに行ったことが判明し、彼らの仲の良さを垣間見れることができました。マットレスをノコギリで切る。万端会食でメンバーの新しい部屋の様子を知ることができたのと同時に、またしてもジョングクが過去に起こした驚きの宿舎生活をメンバーが暴露。なんとジョングクは購入したマットレスのサイズが当時の部屋に合わず、ノコギリで切断して使用していたのだとか。今では広くて立派な宿舎でしたが、昔は男性7人が住むには窮屈すぎる部屋に住んでいたことも。その頃マンネのジョングクは地下のようなところで生活していたといい、そのスペースにマットレスを合わせるために切断。メンバーはノコギリで切断したと思っていたそうですが、本来はハサミを使ったとのことで、ジョングクは相当苦労したことが伺えますね。シュガと RM に返品したらよかったじゃんと突っ込まれていましたが、返品するのがめんどくさかったと答えていたジョングク。切断する方が面倒なんじゃとジョングクの面白いエピソードを不思議に思ったアーミーも多いはず。苦楽を共にした宿舎での共同生活は BTS メンバーにとって青春だったようで、
7人で集まると思い出話が止まりません。いつも話題に上がるのが、わずか17坪しかなかったノニョンドンのアパートで、デビュー1周年を祝うパーティーも、この部屋で行われました。狭い部屋にぎゅうぎゅうに置かれた2段ベッドで寝る姿や、小さいテーブルを囲んで食事をしている姿など、今の洗練されたメンバーたちを見ていると、BTS にもこんな時代があったのかと感慨深くなりますよね。当時の部屋は生活感丸出しですが、7人で美味しそうにご飯を食べている姿は、今と全く変わっておらず、胸が熱くなります。そして、実は、7人での共同生活は2019年頃に解消されていたと言われ、宿舎は必要な時に使用されていただけで、メンバーたちは別々に生活していたそう。この頃からメンバーがマンションなどの不動産を購入したとのニュースが連日飛び交っていましたよね。いつでもメンバーが集まることができるスペースとして宿舎が存在していたようで、ライブやコンサートの打ち上げの様子がこの部屋から配信されてきました。そんなアーミーにとっても思い出深い宿舎が解約されたと聞いたときは寂しさを感じましたよね。しかし、独立したことでメンバーたちは新しい生活を楽しんでいるようなので、またその様子を報告してくれることを楽しみに待ちましょう。2022年6月16日配信中に突如部屋から聞こえた声の正体は？6月16日にプライベートを感じることができる自宅からプライブの生配信をしたジョングク。アーミーのために贅沢なカラオケタイムを披露してくれようとしたのですが、その際に何やら聞き慣れない男性の声が聞こえたのです。その瞬間ジョングクはあっと焦った様子を見せ、肉食マンさん、応援しています。よく見ています。勉強しています。と、突然誰かにアピール。ジョングクが名前を呼んでいたのは、人気料理系 YouTuber の肉食マンという人物で、直前まで見ていた動画がそのまま流れてしまっていたようです。見ていたのがそのまま流れてしまったと照れくさそうな表情を見せ、最近お肉を焼く料理が上手になりたくて、と動画を見て料理を勉強していることをアーミーに報告。もしかしたら料理しているジョングクの姿が近いうちに見れるのではと期待してしまいますね。この他にも今回のブライブで驚きのファンサービスを見せてくれたジョングク。歌うんじゃなくてお皿洗いをしてほしいというアーミーのコメントを見たジョングクは呆れた表情を見せながらも素直にキッチンへ行き皿洗いを始めたのです。僕は皿洗いが上手です。この手さばき見えますか？と自信満々に家事をこなすジョングクの姿が世界中に配信されました。トップスターでありながらも自分の身の回りのことをこなしている姿に親近感が湧きましたよね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回はジョングクの私生活での過ごし方やプライブで生配信中の様子をご紹介しました。メンバーから特殊な子と呼ばれているわけがわかるエピソードばかりで、ジョングクの私生活が少し変わっていることが明らかになりましたよね。そして6月24日にジョングクが参加したチャーリー・プースの新曲レフト&ライト・フィート・ジョングク・オブ・ BTS がリリース。澄んだ歌声はもちろん MV でのファニーな表情など BTS の時とはまた違う雰囲気が感じられる楽曲となっていました。本格的にソロ活動が始動し、ますます黄金マンネの飛躍は止まらなさそうです。